ついに、リコリスリコイル最終話が放送されたよ。ハピエン中の俺は、この結末に大満足だぜ。ネットでは、吉松とミカの最後についての感想や、千里の心臓移植、2期の伏線の考察が多かったよ。早速みんなの反応を見ていくぜ。吉松とミカの結末は綺麗に締めてたね。相棒との絆というよりも親子の話って感じだったな。シンジの生死と心臓の出所隠すとはやられた。どっちとも取れるじゃんか。吉松は心臓をちゃんと自分に入れてた。ミカが殺して心臓をえぐり出して手術。吉松が心臓を入れたというのはブラフ。ミカは発砲したが当ててない。ケースだけ奪って手術。のに通りがある？グラフなのにミカがあんな号泣するかよ。あれは愛する者を失う覚悟をした顔だ。嘘はつかない男だって言ってたじゃん。よし死んでるは確定なの？なら千里は察して隠居中に気持ちの整理つけたのかな？ミカがけじめつけてるから死んでるでしょ。結局ヨシさん自身は心臓何も悪くないのにただ千里に殺させるためだけに人工心臓を入れたのか、さすがに狂気だな。ヨシさんがそこまでアラン機関の理念に浸水していた理由は見せて欲しかったな。普通の感性では受け入れにくかった思想だけど、誕生日カードのメッセージを見るとヨシさんはヨシさんなりに本心で千里に幸せになって欲しかったんだな。ヨシさんの心臓はフェイクだと思ってたけど、外された上に先生のフェイクまで重ねた時はもううなるしかない。手玉に取られて気持ち良いレベル。ヨシさん的には自分を千里に殺させる、殺人マシーン完成、おめでとう、なんだろうな。まあ本当に親心みたいなもんもあったろうけど。ハリウッドの映画的な文脈というか作り方だったなこれ。千里は救われたが吉松は救われなかったな。吉松だけ死ぬとは思わんかった。てか姫がどうなった？ミカはなんだかんだ最後は決めてくれたのは良かった。そもそもミカはあそこに現れた時点で会話の内容とか以前に、ヨシさんを殺すのが目的だった思うんだよな。心臓の行方がどっちにしろヨシさんは始末しないと今後も千里に殺しをさせるためにちょっかい出してくることになるわけだし、ミカとしては千里の生き方を尊重する保護者としての気持ちをヨシさんへの愛よりも優先することを決めたってことでしょ。そうだと思う。娘のためにミカは吉松への愛を捨て心を鬼にした。覚悟はもうできていた。心臓がケースに入ってたと思ってる千里は、吉松はどうなったと思ってんだろ。ミカが殺したことは知ってるのかね？それともあの秘書とどっか逃げたった認識なのか？俺は千里が真実に気づいてると思ったぜ。千里は結構周りの雰囲気を読むのが上手そうだし、察していてもおかしくないね。心臓の件どう解決するんだろうと思ったけど、まさか意識ないうちに移植しちまうとは。これならミカが業を背負ってることになるからいいんじゃない？知らぬが仏やね。千里が新しい人工心臓を受け入れるにあたっての諸々の不都合や業は、ミカ、親が全部背負うって結論は良かったわ。ミカが重いとこ背負ってくれて、あとはハッピーな要素が盛り込まれて、個人的に大満足な最終は、まだこの世界が続いてくれそうなのが嬉しい。ミカが責任取ったのは良かったが、ミカが吉松を殺して手に入れた心臓を使って千里を延命させたと知ったら、千里はどうなるんだろうね。笑っていられるのかな。ミカにはそれを隠し通す覚悟があるってことよ。足のこともそうだろうけどね。人工心臓はケースに入ってて吉松は消えたってことにするんだろうね。くるみがミカを恐ろしいと言ったのは、くるみだけは心臓が死体から取り出したものと知っているかが気になる。あと秘密を知ってるのはあの忍者女だが、ミカさんとどめさしてそう。くるみは知ってるだろうな。執刀医は心臓を洗浄するところから始めるから、当然状況を把握してしまうしな。結局余命問題はどうなったんだ？新しい人工心臓が最初のと全く同じでも12年くらいは持つから、寿命は30歳くらいまでは伸びたんじゃね？しかし最後まで予想できんアニメだった。ミカが吉松殺すかもとは思ってたけど、心臓はケースの方だと思ってたし、吉松しかできない手術なのかと勝手に思い込んでたから。今思い返すと、千里が最後マシマを撃ってたのは完全に殺意だったと思う。そこがあるから結構ハードな最終回だと感じてる。B パートがいつものようになっても。千里がマシマを撃ったのはもう自分も死ぬ気だったからだろうなと解釈。千里がマシマを殺そう、相打ち墜落としたことの方が重要だと思うよ。千里にとって不殺の誓いより滝名の命の方が重いんだよ。その瞬間だけ心臓の鼓動の幻聴が聞こえてたし。あのままマシマを残してたら滝名が殺されるかもしれないってのはあったろうね。滝名のピンチの時だけ千里の不殺スイッチが解除されるんだとしたら、吉松の滝名ちゃんに期待してる云々もわかるな。滝名が千里の名前を叫んだ時、心臓の音とともに千里が覚醒したな。千里は滝名に直接感謝を口にはしないからわかりにくいが、滝名の存在で千里の心が動かされている描写があるな。
鼓動しない人工心臓から心音が聞こえたシーン、熱かったね。急電波塔の千里のシーンも流れていたし、覚悟を決めた本気の千里だったな。しかしマシマとかただの最初のボスかと思ってたらラスボスになるとはまさか思わなかったわ。マシマと不穏分子は残してあるから、続編あるな。マシマ関連があやふやで終わったけどいい最終回だったと思うわ。あと吉松を実はいい人にしなくて安心した。正直マシマさんかっこよすぎた。古き良き少年漫画の仲間になりそうでならずに去っていく迷惑役みたいだった。マシマさん頑丈すぎるだろ。2期あったら強化されて出てきそう。マシマは耳も武器ではあるだろうが最大の才能と言っていいのかわからないが、特筆すべきはあの不姿勢だろ。耳やられてもすぐ回復してたし実弾で撃たれても死なないんじゃないのかあれ。確かに回復力は作中でも屈し、っていうかおそらくナンバーワン。いい服着てんね。アランからの贈り物だ。なるほどマシマはシャツの下に黒い防弾シャツみたいの着てるな。だからあんなタフだったのか。マシマのように自認していなくてもバランスをもたらすものってのは実際に存在すると思う。現実を嘘で塗り固める側に主人公がいるってのがなんとも構造的にスッキリしないんだよな。あの世界の全ては書かれていないけどマシマの動機を考えると、隠蔽と改ざんの裏には腐りきった世界があって、それを世界に知らしめることに正義を見出してるというのは理解できる。PA の上層部がどういう組織で何を目的として日本の治安維持をやってるのか不明のままだからな。孤児を使い捨てにしてる謎の秘密結社が日本を半分支配してるってのは確かに気持ち悪い。死ぬ直前に消えるとか千里はやっぱり猫だった。しかしめちゃくちゃ綺麗に終わったな。ハワイでの気の抜けた終わり方が最高にキュートでよかった。にはくるみとした会話の回収もしたな。せいぜい沖縄止まりかと思ったら本当に海外行っちゃったぞ。心臓手術が成功してたとしても、滝永千里を見つけなければ充電諦めてるから死ぬんだよな千里。そりゃみんな必死で探すわ。高速具で縛られてお互いぴょんぴょん跳ねてる千里と滝永微笑ましかった。もし姫カバが生きていたら千里に真実を話すのだろうか。三河姫カバには不殺弾使っていたから生きている可能性もあるし。だろうな、2期への布石じゃないかとは思う。マシマも生きてるし、銃の行方の話も未解決なスタイルで終わってるし。結局ロボタの素顔はどんなだったんだろうか。気になって眠れんわ。船長の銃、アラン・チルドレン、DA の行方、どれもまだまだ継続事案だな。続編予定で作ったがまだ確証なしって感じか。なんとか続編みたいな。千里、吹き、ミカの過去編見たくなってきたな。2期は滝名の過去とリリベル掘り下げてほしいな。色々気になる点も少なくなかったが、最後はちゃんと千里と滝名のお話として落とし込めてる。これまで色々張っていた点も拾いつつ、後味の良い終わり方で大変満足です。続編はよ。もうエンディング曲からして、悲劇で終わらすわけないでしょ感があって、ありがちな緻密にもったいつけた悲観的なエンディングが大嫌いだから、逆説的にこの物語、最初から全部好きだった。悪く終わるはずないという信頼、最後まで裏切られなかったなぁ。最高。2期への伏線を残しつつ、綺麗にお話を畳み切って最高だったね。この人気だし、2期は絶対あるだろうな。劇場版とかでもおかしくない。超期待だぜ。生き残ったマシマが今度は味方側になる展開とかも期待しちゃうね。コメントにみんなの感想もぜひ書いていってくれよな。ウプ主の励みになるので、チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは次のアニメでお会いしましょう。バイバイ。